皆さん、こんにちは。藤田です。今日もよろしくお願いします。今日は日本語のリスニング練習です。レベルは N4 です。今日のテーマは夜の東京観光です。少し特別な話になると思います。知らない言葉が出てきても心配しないで最後まで聞いてください。動画の最後に今日出てきた文法を全部まとめて紹介します。今回は高橋さんに夜の東京旅行の話を詳しく聞いていきます。高橋さんは先月、友達と2人で夜の東京をたっぷり観光しました。よろしくお願いします。高橋です。夜の観光は実は初めてでした。よろしくお願いします。私も夜の東京が大好きなので楽しみです。そもそもなぜ昼間じゃなくて夜に観光しようと思ったんですか？実は、その日は昼間ずっと仕事があって、よしか時間がなかったんです。わかります。私も旅行の日程が短くて夜まで無理に観光したことがあります。でも、実際に夜の街を歩いてみたら、逆に夜の方が好きになりました。それは意外ですね。どんなところがそんなに良かったんですか？街の明かりがとても綺麗で、昼とは全然違う雰囲気になるんです。東京の夜景は本当に特別ですよね。私も見るたびに毎回感動してしまいます。今回の旅行の計画は事前にどうやって立てたんですか？インターネットで夜景が綺麗だと言われている場所をいろいろ調べておきました。事前にしっかり調べておくと当日迷わなくて済みますよね。私もいつもそうします。そうです。友達と相談しながら行きたい場所を4つに絞りました。なるほど。4つの中で一番最初に行った場所はどこですか？一番最初は有名な渋谷のスクランブル交差点に行きました。渋谷の交差点は夜も本当に人が多いですよね。昼間と変わらないくらいです。信号が変わるたびに何百人もの人が一斉に歩き出すのに驚きました。あの光景は外国人観光客にとって特別な体験らしいですね。話に聞いたことがあります。実は私も最初は少し緊張してうまく歩けるか不安でした。具体的にはどんなところが一番緊張したんですか？反対から来る人にぶつからないように歩くのが思ったより大変でした。私も同じ経験があります。渋谷はただ歩くだけでも本当に疲れますよね。でも、少し慣れてきたら、人混みの中を歩くのが逆に楽しくなりました。あの交差点で写真は何枚くらい撮りましたか？近くのカフェの2階から交差点全体が見える窓越しに撮りました。あそこから撮る写真は有名ですよね。私も同じ場所で何度か撮ったことがあります。そうなんですか。あのカフェはいつも席が満席らしいですね。交差点を見た後は次にどこへ移動しましたか？少し歩いて、いろいろな屋台がたくさん並んでいる通りに行きました。夜の屋台は雰囲気も食べ物も両方とも本当に最高ですよね。そこで、たこ焼きと焼き鳥を食べたり、冷たい飲み物を飲んだりしました。その中でどれが一番美味しかったですか？やっぱり焼き鳥です。炭火の匂いが
たまらなく食欲をそそりました。炭火の匂いは本当にたまらないですよね。私もあの匂いにはいつも弱いです。値段も意外と安くて、2人分で合わせて1000円くらいでした。屋台をひとしきり楽しんだ後は、次にどうしましたか？そこからタクシーに乗って、東京タワーの近くまで移動しました。東京タワーは夜のライトアップが本当に綺麗ですよね。何度見ても飽きません。オレンジ色の光が、まるで空にふわりと浮かんでいるように見えました。その表現、すごく綺麗ですね。私も同じような気持ちを味わったことがあります。藤田さんも、東京タワーには昔からよく行っていたんですか？はい。友達が東京に遊びに来たときは、いつも真っ先に連れて行きます。何度見ても、決して飽きることのない景色なんです。タワーの下では、何か特別なイベントもやっていたんですか？あれ、質問が逆になっていますね。でも、それも楽しいです。すみません。興味があって、つい聞いてしまいました。いえいえ、大丈夫です。では、高橋さんの旅の話に戻りましょう。タワーの下では、具体的にどんなことをして過ごしましたか？近くのベンチに座って、しばらくのまただ景色を眺めていました。あたりは静かで、吹いてくる風もちょうど気持ちよかったです。そういう静かな時間も旅行の大事な思い出になりますよね。そうですね。写真には決して残らない、心の中だけの思い出です。タワーの後は、その日のうちにどこへ向かいましたか？電車に乗り換えて、新宿の高層ビルが並ぶ地域へ向かいました。新宿の展望室は、無料で誰でも入れる場所もあるんですよね。はい。都庁の展望室に行ったんですが、無料だと知って驚きました。無料なのに、あんなに立派な景色が見られるなんて、本当にすごいですよね。展望室からは、東京中に広がる無数の明かりがはっきり見えました。東京全体の明かりを見ると、街のあまりの大きさを実感しますよね。本当にそうです。こんなに人が多い場所なんだと、改めて驚きました。展望室では、写真をどのくらいたくさん撮りましたか？はい。友達がカメラ好きで、その場だけで50枚くらい撮っていました。50枚も。それだけあると、選ぶだけでも大変そうですね。そうなんです。結局、悩みに悩んで一番綺麗な3枚だけ選びました。新宿を離れた後は、次にどんな場所に向かいましたか？少し体は疲れていましたが、思い切って浅草にも行くことにしました。夜の浅草も、また昼間とは違う独特の魅力がありますよね。浅草寺のライトアップが、昼間とは違ってとても幻想的に見えました。私も夜の浅草寺を見たとき、まるで時代劇の中にいるような気持ちになりました。それ、すごくわかります。提灯の柔らかい明かりが、そう感じさせるんでしょうね。有名な仲見世通りは、夜も開いているお店があったんですか？ほとんどのお店は閉まっていましたが、シャッターに描かれた絵がとても綺麗でした。シャッターに絵が描いてあるなんて、実は今まで全然知りませんでした。私も驚きました。昔ながらの絵柄で、夜の雰囲気にぴったり合っていました。
あの静かな仲見世通りで何か食べるものは見つかりましたか？数少ない開いていたお店で、温かい人形焼きを買うことができました。人形焼き、私も大好きです。あんこのちょうどいい甘さがたまりませんよね。そうですね。温かさが歩き疲れた体にじんわりと染みました。浅草を満喫した後は、そのまますぐに帰りましたか？いえ、最後にもう行ったところ、隅田川に架かる有名な橋を見に行きました。あの橋のライトアップも本当に綺麗ですよね。私もお気に入りの場所です。静かな川面に、橋の明かりがゆらゆらと反射していました。水面に映る揺れる光には、また特別な美しさがありますよね。本当にそうです。あの時間だけは、ずっとそこに座っていたい景色でした。ここで少し、視聴者の皆さんにも聞いてみたいことがあります。皆さんが住んでいる町にも、夜だからこそ綺麗な場所はありますか？それがどんな場所か、ぜひコメントで具体的に教えてください。高橋さんも皆さんからのコメントを一緒に楽しみにしていてください。では、旅の続きをもう少し詳しく聞いていきましょう。そのすべてを見て回った後、家には何時頃帰りましたか？電車で帰ったんですが、家に着いたのは夜中の1時を過ぎていました。それはかなり遅い時間ですね。終電にはちゃんと間に合ったんですか？実は、ギリギリ間に合いました。駅まで走って、正直かなり焦りました。終電を逃すかもしれないという、あの独特の緊張感はよくわかります。電車に乗ってからは、疲れてすぐに眠ってしまいましたか？少しだけ眠ってしまいましたが、駅を乗り過ごさなくて本当に良かったです。私も同じように乗り過ごしたことがあります。あれは本当に困りますよね。藤田さんの場合は、一体どこまで乗り過ごしてしまったんですか？恥ずかしながら2駅も先まで行ってしまって、タクシーで戻りました。それは本当に大変でしたね。夜だと余計に心細く感じそうです。そうなんです。でも今となっては笑って話せる思い出になっています。今回の旅行全体を振り返って他に印象に残ったことはありますか？途中でコンビニで買った肉まんが驚くほど美味しくて感動しました。わかります。寒い夜に食べるコンビニの肉まんは本当に格別ですよね。あの温かさには友達と2人ともすっかり感動していました。旅行全体を通してみると大変だったことは何かありましたか？夜はかなり寒くなるのに上着を1枚しか持っていきませんでした。それは後になって後悔しそうなちょっとした失敗ですね。はい。次に夜の観光へ行くときは、もう1枚必ず持っていこうと思います。一緒に行った友達自身は夜の観光をどう思っていたようですか？友達も夜の東京がこんなに美しいとは全く知らなかったようです。二人とも新しい発見にあふれた旅行になったんですね。そうです。おかげで、友達との会話もいつもより自然に弾みました。夜に観光するとき、特に注意した方がいいことはありますか？人が極端に少ないくらい道は、なるべく避けた方がいいと感じました。安全のためにも、それは本当に大事な判断だと思います。
だから、なるべく人が多くて明るい道だけを選ぶようにしました。それは旅行者にとって本当に大切な心がけだと思います。あと、スマホの充電が途中で切れないように、いつも気をつけました。私もモバイルバッテリーは夜の旅行では絶対に必要だと思います。それを持っていかなかったら、途中できっと困っていたと思います。この夜の旅行をまた誰かにおすすめしたいと思いますか？はい。特に、会社の同僚たちにもぜひ進めたいと思っています。良い経験をすると自然と周りに伝えたくなりますよね。そうです。特に、日本に来る予定がある外国人の友達に勧めたいです。昼と夜、両方の東京をきちんと見た方がいいと思いますか？はい。同じ場所であっても、昼と夜では全く別の顔を見せます。私も同じ場所を昼と夜で見比べるのが実はとても好きです。一日だけで、まるで二つの違う街を見られたような感覚でした。高橋さんにとって夜の東京を一言で表すとどうなりますか？そうですね。静かなのに、どこか賑やかな街だと思います。静かなのに賑やか、その矛盾こそが東京の魅力なのかもしれませんね。その言葉、私が感じたことに、まさにぴったりだと思います。次に東京を訪れる機会があれば、また夜に観光したいと思いますか？はい。今度は、まだ行ったことがない六本木にも足を運びたいです。六本木の夜景も、また違う洗練された雰囲気があっておすすめです。それを聞いて、次の旅行への楽しみがさらに増えました。今回の旅行の中で日本語を実際に使う機会はありましたか？屋台で注文するときに、覚えている簡単な日本語を使ってみました。実際に使う場面があると、勉強を続けるやる気も自然に上がりますよね。お店の人にちゃんと通じたときは、素直にとても嬉しくなりました。これから日本を旅行したいと考えている人に何かアドバイスはありますか？疲れていても、夜の時間だけは無駄にしないでほしいと伝えたいです。疲れていても夜まで頑張ってみる価値は確かにありそうですね。はい。少しくらい無理をしても、決して後悔しない思い出になります。服装について何か具体的なおすすめはありますか？とにかく、歩きやすくて疲れにくい靴を絶対に履いてほしいです。それは本当に大事なポイントですね。私も痛い靴で後悔したことがあります。何しろ、その日だけで2万歩くらい歩いてしまいましたから。2万歩も。翌日、足に痛みは出ませんでしたか？少しだけ痛かったですが、それすらも良い思い出になっています。全体を通して予算はどのくらいかかったんですか？交通費と食事代を全部合わせて、2人で5000円くらいで済みました。それなら、思ったよりずっと安く十分楽しめてしまいますね。そうです。値段の高いお店に入らなくても、十分に楽しめました。この旅行を通して、東京という街への見方は変わりましたか？はい。ただの仕事の場所というイメージが、はっきりと変わりました。東京は住んでいると景色をあまり見なくなってしまいがちですよね。まさにそうでした。旅行者の新鮮な目で見ると、すべてが違って見えました。
これから夜の散歩を新しい趣味にしたいと思いますか？はい。近所でも夜に少し散歩する習慣をつけようと思っています。それは素敵な習慣ですね。私自身も夜の散歩を長く続けています。藤田さんはいつも具体的にどんな時に夜の散歩をするんですか？仕事で疲れた日ほど、なぜか外の空気を吸いたくなるんです。なんとなくその気持ち、わかる気がします。私も来月から試してみます。最後に、この旅行の全体を一言でまとめると、どうなりますか？そうですね。疲れたけれど、また絶対に行きたい旅行だと思います。その気持ちこそ、旅行が持つ一番の魅力なのかもしれませんね。高橋さん、今日は本当に楽しいお話をたくさんありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。話しながら、また行きたくなりました。皆さんも今日の話を聞いて、夜の東京に行ってみたくなりましたか？今日の会話の中に知らなかった表現があればコメントに書いてください。では、今日出てきた文法をまとめて一つずつ紹介していきます。一つ目は、たりたりするです。いろいろな行動を並べるときに使います。二つ目は、ようだです。光が浮かんでいるように見えたのように使います。三つ目は、のにです。寒くなるのに一枚しか持っていかなかったのように使います。四つ目は、ばかりです。50枚ばかり写真を撮ったのように使います。五つ目は、ことがあるです。駅を乗り過ごしたことがあるのように使います。六つ目は、というです。賑やかな街という表現のように使います。七つ目は、たらです。次に行ったら六本木にも寄りたいのように使います。八つ目は、なくてもいいです。高いお店に入らなくてもいいのように使います。九つ目は、てもいいです。少しくらい無理してもいいのように使います。10番目は、かもしれないです。東京の魅力かもしれないのように使います。11番目は、でしょうです。そう感じさせるんでしょうのように使います。12番目は、にするです。行きたい場所を4つに絞ることにしたのように使います。今日の文法は、旅行の話をするときにも、とても役立つ表現ばかりです。ぜひ自分の言葉でいろいろな文を作って練習してみてください。N4 の試験に向けて、これからも一緒に頑張っていきましょう。今日も最後までじっくり聞いてくださってありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。皆さんからのコメントはいつもとても楽しみに読ませてもらっています。皆さんも夜の街を歩くときはどうか安全に十分気をつけてくださいね。それではまた次の動画で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。